だったらそれ、AI に書かせりゃよくね？唐突に発せられた一言が事の発端。魂の叫び。そう、捜査系のその男の無謀なひらめきから今回の話は始まります。広角効果、人間物事に対して向き不向きというものがあります。別の言葉を使うなら、適正とある聖典に箱を記述されています。世にある能力はおおむね6つに大別され、それぞれ強化系、変化系、具現化系、特殊系、操作系、放出系と名付けられり、これこそはそれぞれのものの本質と特性を映し出したる鏡であり境界線なりと、我らの見たいものを作る企画の主任さんは自称操作系、創作の分野において秀でるとされる具現化系と放出系から微妙に外れている系統です。しかしながらどうしてもオリジナルマシンが欲しいし、コンクールでレガンスに出たいようです。だから一つの面白いアプローチをするようです。こんにちは。見たいもの作る企画主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。それで主任さん、今回は何をするんですか？ミニ四駆のデザインだよ。はあ？何言ってんだこいつ。わかんない。かっこいいマシンを作りたいってのは前例さんの夢だろ。まあ確かに。でもあんたセンスないじゃん。コンデレ応募用に作った着脱式クロスのライズエンペラーの動画も全然回らないし、収益化しないつもりでアニメの曲流用して気合い入れてデモシーンとか作ってもコンデレに入賞どころかかすりもしませんでしたよね。オーバーキルやな。そっちの才能がないのは分かってるよ。それが分かっててデザインとか言っちゃうんですか？向き不向きはあるとしても、やりたいとか欲しいものは別だろ。まあ確かに。コンデレはもちろんリベンジするし、自分だけのマシンは作りたいんだよ。OK 主任さん、その情熱は分かりました。で、動画化したってことは妙案があるんでしょ？めたいこと言うなよ。僕の系統はここ。操作系ですよね。得意な分野はコンピューター関係だね。はいはい、知ってます。僕はデザインとか芸術とか創造に関する分野は具現化系とか放出系とかだと思ってるんだよ。俳句人の芭蕉とか音楽家の旋律さんは確かにそうですね。しれっと皆がハンターを読んでることが前提なのに驚くわ。僕はあれほど面白い漫画を読んだことがないよ。それで抜かない能力はメモリ不足になるから、つまりそれを肩代わりさせるため。 AI を使うんですよね。それ僕のセリフ。AI って2022年後半期から話題になり始めたミッドジャーニーをはじめとする人工知能通称 AI を使って予描画するプログラムのこと。 AI が大量の画像データから文字列によって指定された絵を描くってことで一部界隈でかなり話題になった。多分これのことかと。へえ、そうなんだ。ミッドジャーニーをはじめノーブル AI なんかが有名で、文字を使って好みの絵を作れるってのがかなり受けたみたい。俗に言うお絵描き AI ってやつだね。ちょっと面白そうですね。僕でも生成の呪文を唱えればこんなやつが簡単に出力されるんだよ。すごい。そしてステーブルディフュージョンって AI が公開されててさ、今なお絶賛進化中ってわけだ。はあ、すごい時代になりましたね。だからこの AI に好みのデザインを書かせて自分好みのミニ四駆を作れないかなって思ってさ。ああ、なるほど。それなら操作系の主任さんと相性は良さそうですものね。しかも都合のいいことにステーブルディフュージョンは無料で公開されてるんだ。うわ、相変わらずブレませんね。無課金主義者。ってことでこのステーブルディフュージョンを使ってミニ四駆のデザインをさせてみようって寸法さ。さて、とりあえず小難しいことはごっそり削ってさ、お絵描き AI で画像の生成までやってみようか。ふむふむ。まず全体の流れをざっくり紹介するよ。絶対に必要なものが2つ。パソコンと Google アカウントだ。スマホとかで試してないからわからないけどさ、せめてパソコンは必要かな。 OK この2つですね。次はこのハギングフェイスってところで公開されている AI のステーブルディフュージョンの使用許可をもらうこと。 Google アカウントを使って
このハギングフェイスに新規アカウントを登録する。ふむふむ。なんか英語ばっかりですけど。得意なんですか、英語？ああ、気にすんな。僕もあんまり得意じゃない。 Google Chrome なら自動で翻訳してくれるし、必要なら概要欄で紹介する翻訳サイトでも使ってよ。僕が許可してもらったのはテーブルディフュージョンのバージョン 1.4 だね。カードって言われる使用許可証に同意すれば OK だわ。じゃあ次だ。これの使用許可申請で僕的に重要なことはただ一つ。ふむふむ。この AI で作ったものの権利はお前が持ってていいよだ。すげえ。プログラミングの使用が無料な上に生成物の権利もですか？利用しない手はないだろう。僕が飛びついた理由がわかるでしょ。アカウントを申請すると申請したメールアドレス宛てに認証のメールが送られてくるから、それでハギングフェイスのアカウントを登録しておこう。ちゃんとアカウントとパスワードを管理するんだよ。はい。でだ、あとは使用許可証明書を発行してもらう。へえ、なんの？このテーブルディフュージョンのだね。大量の画像データとか AI のプログラムとかをダウンロードするってわけじゃないんだよ、多分ね。不安だな、その言い方。でだ、この使用許可証明書をこの界隈だとトークンというのね。トークン？とにかくこれが大事なものなんだ。この文字の羅列が？そう、間違っても公開すんなよ。ハギングフェイスに許可をもらったのはあくまでも Google アカウントで登録した本人なんだから、その辺はきっちり扱ってね。難しいことは言わないよ。つまりトークンは大切にしまっておけだ。了解しました。そうしましょう。サイトの検索でステーブルディフュージョンを探す。今回はバージョン 1.4 だ。でだ、この下にプログラムの作成例が載ってる。へえ、親切。ほとんどの人がこれをコピペしたら動くんじゃないかな。これだ。これプログラム言語なんですが？まごうことなきプログラミング言語だね。僕も詳しく知らないけど Python って言語らしいよ。全然わかんない。ああ、僕もわからん。それで動くんですか？じゃあやってみようじゃないか。次はステーブルディフュージョンを動かす環境を作っていこう。使用するのは Google ドライブ。これは Google が提供してくれるクラウドサービスだと思っていい。とにかく Google ドライブに Python のプログラミング言語を扱えるようにしてくれるアプリを追加でインストールするってわけさ。ざっくりすぎでしょ。まずここの新規ボタンを押してその他を選択。アプリを追加をクリック。ここでこのアプリコラボラトリーをインストール。クラウド上のデバイスにアプリをインストールしたんだ。実環境に影響がないってのが何気にすごいんだよな。早い未来ですね。何すごいのはここからさ。新規その他 Google コラボラトリーをクリック。これでコラボラトリーが提供してくれる仮想マシンが出来上がり。まずメニューのランタイムからランタイムのタイプを変更するを選択。ここを GPU にする。それで小難しいことは言わないでハギングフェイスからコピーしてきたプログラムをペーストする。一応分かりやすいようにプログラムは小分けして概要欄に貼ってあるから試してみたい人はやってみてね。いつまで動くかわからないけど。それじゃあ1つ目をペースト。この三角マークを押せばプログラムが動き出す。すげえ。 Google ドライブ様々ってわけよ。無事にプログラムが実行されると緑のチェックマークがつくから次に行こう。ここのコードをクリックすると次の行が出てくる。ここに次のプログラムをペーストする。三角マークを押してプログラムを実行。はい次。コードをクリックして次の行を出して、ここに次のプログラムをペーストする。三角マークを押してプログラムを実行。なんか出てきた？ここの青いリンクでハギングフェイスのページにジャンプしてくれる。へえ。あ、さっきのトークンですね。あ、使用申請許可証だわ。これをコピーしてきてここに貼り付ける。ログインをクリック。またコードをクリック。次のプログラムをペーストする。最後にディスプレイイメージと活かして。さてプログラムの準備は整ったよ。マジで？コピペしてちょっと最後に追加しただけですけど。できるんだなこれが。ちなみに最後のは出来上がった画像を見せろってコマンドだ。それで三角マークを押せば本体のプログラムが動き出す。すげえ。コピペだけで動いてますよ。
すごいだろ。仮想マシンで動いてるプログラムが外部のデータベースにアクセスするとか、広角機動隊とかパトレーバーの世界みたいですね。マジで SF の世界だよなこれ。あ、終わった。無事に生成できたっぽいね。馬にまたがった宇宙飛行士だね。よし、生成できたっぽいね。やりやがった。マジでコピペだけでできるもんなんですね。まあ興味が出たら勉強してみるといいよ。さて今度は生成してほしい画像が出てくるようにしてみよう。おい、主任さん、いい画像できましたか？おい。いないですね。おかしいな。引きこもりが作業部屋にいないとか。しれっとひどい。おや？こんなんありましたけど。作業日誌？相変わらずこういうのは豆だな主任さんは。どれどれ？ノータイムで閲覧と格差。丸月、グリグリ日、晴れ。画像生成がとりあえずできた。レクシアで良さげなプロンプトを検索してパク、参考にしよう。まず同じプロンプトを入れたら同じ画像が出てくる必要がある。気に入った画像を参考にして、同じプロンプトを使うが、同じ画像が1枚もできない。どうやらステーブルディフュージョンで、画像を生成させるために、シード値なる、パラメーターが、重要らしい。結果そのシード値とプロンプトを、固定して同じ画像が再現できた。あ、実行が拒否られた。Google ドライブにはリソースの、制限がある。リソースをさらに使いたい場合は課金する必要がある。今日はここまでにして、馬娘、の、無料ガチャでも引きに行こう。無料10連ガチャが引けたはずだ。プログラムには、画像サイズやらプロンプトの、変換率ノイズ除去試行回数を、操作できるパラメーターがある。画像の生成の元を指定できるらしい。指定を AI に渡せばそれを、改良してくれるってことだ。それができればデザインを AI に、任せられる。これはカツル。またリソースの使用制限がかかった。仕方ない。今日も馬娘のガチャを、引く。なかなかレア度の高いキャラや、サポートカードが出ない。ゴールドシップは画像の元をメインプログラムに、転送して、画像生成できた。都合上プログラムを2つに、分けよう。1つ目は、シード値と呪文で0から画像を、生成できるプログラム。2つ目は、元絵を指定して呪文で、変更収束させるプログラム。ステーブルディフュージョンの、略語を使って STD1 と、STD2 と名付けた。そんなことより、馬娘だ。女神像やピースを集め、因子集会でスピード青星9つゴルシが、ハルーララ、ゴルシとは違ったストーリー展開が、光る。走るために生まれ、勝つことを望まれ、勝てないことに悔し涙を、流す姿にグッとくる。この娘を勝たせよう。因子集会を。今日も因子集会。ガチャ引くぞ。馬娘最高。カワユス。馬娘最高。ゴールドシップカワユス。ハルーララカワユス。ナイスネイチャカワユス。ゴルシ。馬娘。カワユス。馬。かわゆす。かゆ。馬。バイオハザードのパロとか、余裕ありますね。超、遊んでるじゃんか。System check。メインプログラム STD1 を起動してハギングフェイスにログイン。 Login complete。Ready。よし、サイズを 512×512 ピクセルにして、シード値を623054にして、OK。Ready。ステップとストレングス、それとガイダンススケールをそれぞれデフォルトにして、 Ready。プロンプトをチェックしてセット。 Cyberpunk Ford concept inspired sports car futuristic look highly detailed body very expensive. Ready, set, starting program. Complete. いい感じだね。それじゃあ本番行ってみようか。メインプログラムを STD2 に切り替え、 System shift. System check. All processes complete. Ready. 入力にこのマグナムセーバーを押して、マスクはなし。シード値を 338565 へして、ストレングスとナムインフェレンスステップ、それとガイダンススケールはデフォルトのまま。プロンプトをチェックしてセット。
Too light at front body, vertical tail at body center, linear shape, decals and bodyline design, blue neon front side edges on bottom of body, concept art, hyper-realistic, photorealistic, intricate details, dynamic lighting, 3Ds max rendered, octane rendered, 8K, white background. Ready, set, 出力結果を入力へフィードバックさせて、それを5スライ分変更させて。 ready, set, starting program. First generation here. Second generation here. Third generation here. Fourth generation here. Last generation here. All works complete. よし、できた。いいんじゃね。ちゃんと出力した絵をフィードバックさせて、それを入力にして世代を重ねて変更させられてるね。かなりそれっぽくできてるかな。まあとりあえず完成だわ。疲れだね。おお、画像生成できたみたいですね、主任さん。すごい、ちゃんと下絵を改良してますね。だろ、すごいだろ。ほんと苦労したよこれ。うまぴょい楽しかったですか？あ、この勝手にロゴを見たな。これ、もう少し見てみたいですよね。オーケー。実はテスト用に大量に画像を生成したから、どんなパラメータがどんな感じに影響するかを見てみよう。わはい。シード値は338565。生成される画像サイズは 512×512 ピクセルな。サイズも変更できるんですね。自由度が高いんだよね。それじゃあ値をいじりながら見てみよう。それでパラメーターってどんなのがあるんですか？代表的にシード値とサイズ、それとストレングス、ナムインフェレンスステップス、それとガイダンススケールかな。結構あるんですね。そうなんだよ。そもそもシード値でも100万通りあるっぽい。はあ？それ桁おかしくないですか？もはやガチャでは？僕もそう思った。どうも指定可能範囲の数値がそうっぽいんだよね。好みのシード値は値を控えておく方が良さそうですね。そうだね。今変化をさせている値はストレングスだ。このストレングスの値ってのは入力画像とプロンプトの優先度の指定だ。値が 1.00 で画像の全てをプロンプトから生成するみたいだね。僕は 0.50 が好みの変化だね。この 0.50 でストレングスの値を固定して、次のパラメータをいじっていこう。今度はナムインフェレンスステップスだ。この数字は何が変わるんですか？ノイズ除去のステップ数らしい。数を多くすれば細かく作業してくれるってことですか？おおむねその理解で間違ってないよ。見た目が綺麗になる反面、数字がでかくなると計算時間がすごいかかるようになるんだ。単純に他の画像を下地にしても生成できますか？もちろんだよ。そうじゃないと意味がない。それに応じたプロンプトは必要になると思うけれど、まあこのミニ四駆が見てみたいっていうのがあったらコメント欄にリクエストください。それで動画が回ったらプログラムも含めて公開する動画作ろうか。それ良さそうですね。見たいだけなら結構ありますからね。この中から良さそうな数字を選んで固定して次に行こう。180くらいがまあ見た目が良くて我慢できる生成時間かな。ふむふむ。これを固定して今度はガイダンススケールをいじっていこう。これはどんなパラメーターなんですか？これはプロンプトに従う度合いらしい。ああ、なるほど。呪文をどの程度画像に反映させるかみたいなもんですか？多分ね。この辺は何回かやって好みを探すしかないんじゃないかな。でも難しいんでしょ？難しいというより根気が必要になるかな。何十回もトライアンドエラーをしなくちゃならないからね。まあ僕にもできたんだし大丈夫、なんとかなるよ。自分の系統と相性がいいもんだからって無責任な発言を。他系統の能力習得が難しいって話が発端でしょ？そういえばそうだったね。さて今回は以上だ。どうだったかな？お気に入りは？僕的にはこれとこれだね。ほうほう。こうやってパラメータをいじって自分の良さそうなマシンのデザインの元にするのは全然 OK だと思うんだけど、どうよ？なるほど。操作系にはぴったりのクリエイト方法ですね。だろしかし動画のボリュームがすげです。これでもだいぶはしょったんだよ。これが全部無料の AI なのもすごいですね。僕もそう思う。他のマシンも見てみたい。さっきも言いましたけどコメント欄にリクエストください。リクエストお待ちしてます。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。
高評価チャンネル登録を、お願いします。コメントや感想等もお待ちしてます。それじゃあまた次回。無料 AI でミニ四駆を。今回のおまけコーナー、始まるよ。バカなの？あんだけのボリューミーな本編の、後でおまけ？いや主任さんがどうしても、生成した画像を紹介したいって、言うから。それで今回はどんなん作ったんですか？ズバリ、ウマ娘、テーマはゴールドシップ。ストレートなテーマきたー。画像と一緒にシード値と、プロンプトを載せとくので参考までに。ちなみに、二次元絵に特化したワイフディフュージョンって、AI もあるらしくて主任さんそれを、調べ始めてるんだよね。まあ、これはこれで面白いかも。僕の企画も忘れないでほしいな。ってことでおしまい。また次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。